らね帰りが遅くなるんだよね。お待たせ。こんばんは。奥のテーブル席どうぞ。コロッケ結構人気で、野菜いっぱいの料理屋さんあったらいいなってほっこりするようなご飯を作りたいです。肉じゃがです。はい。はい、卵焼きです。美味しいって言ってもらえると、でもそれが一番ですね。めっちゃ単純ですけど美味しいって言われたら嬉しいです。お二人ってもともとお友達とかだったんですか？もともと職場が一緒で。あ、そうなんですか。はい。はい。土曜日は基本いるんですけど、それ以外だいたい一人。じゃあお客さんパーって来ると大変じゃないですか。パってくるともう諦めます。待っててもらう。こんな感じだとアバウトなのが一番。めちゃめちゃ古いらしいです。内装とかも全部前のお店の人からそのままもらっちゃったんで、いろいろ変えてないのもあって、機材とかも多分古いですね。前のお店の人3年ぐらいしか多分やってなくて、改装自体は多分数年前からだからそんなに古く感じないのかなって。お昼はもうおばんざいが売り切れたら終わりですか？そうですね、あんまり頑張らない。断られることもあります？たまにあります。ご飯もめっちゃ炊いてるわけじゃなくて、フードロス避けるために始めてるので、あんまり追加ではそんな作んないかもしれない。予約が嬉しい感じですか？夜はそうですね、予約あった方ができればありがたい。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございました。ご苦労様です。豚と小松菜の味噌にんにく炒めと、あと肉じゃがです。肉じゃが定番メニューですか？ほぼ毎回ちゃんとあるようにはなるべくしてます。日替わりでメニューが確実にこれがあるっていうのがないんですけど。昨日のやつは消費したい。下段は何ですか？豚小松菜と肉じゃがで。はい。かぼちゃは冷蔵庫に入ってますか？入ってると。
定食で定食でありがとうございます。ありがとうございます。ビュッフェでアイスコーヒー。失礼します。あ、お世話になります。で、伝わってる方が私の個人の番号だと思います。結構味のある包丁使ってるんですね。はい、高校生の時から使ってます。調理師科だったんですけど、学校入ると包丁買うんですよ。見た目やばいかもしれない。研いどくべきでしたね。手元をね。はい、いいところを教えてもらってもいいですか？普段野菜とかね食べない場所っぽいね、感じなので美味しくいただいてます。はい。今されてるの夜用の仕込みですか？はい、そうです。枝豆とかぼちゃは買える？はい、変えてください。夜用に作ってても出しちゃいます。お昼は土曜日だと何人ぐらいが利用されるんですか？でもめっちゃバラバラですよね。そうなんだ。はへい。波がすごい。 5組ほどじゃないですか？平均で言うとそれぐらいですかね。そうなんですね。はい。祭りみたいなのやってて、そういう時は結構人出てます。お盆栽いろいろついてお値打ちですよね。割とうんお得だと思います。
ございました。ありがとうございます。2名様に来ます。はい。こんにちは。こちらどうぞ。ビールもありますか？ビールあります。ビール一杯とこの晩餐一つとかも。あ、とかでも大丈夫です。じゃあこちらに置いてあるのだったら単品でも対応可能なあ、わので。かりました。はい。赤星。赤星を1本で。はいはい、ありがとうございます。豚と小松菜、はい、豚と小松菜。イカと新玉。あとマリネで。うんはい、ありがとうございます。ちょっとくださいはい。置いてください。箸すぐお持ちいただきます。マリネ。失礼します。豚小松菜です。おやつでしたらバター味噌入ってください。勘弁してほしいなってところです。よかった。でも目分量です一応おかみがレシピ教えてくれてやってます。佐伯リズム。夜は何時までやってるんですか？夜11時までやってます。わかりました。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。お気をつけて。ネギ2本、このぐらい。このぐらい。天気ですとこのぐらい。焦げ目つくまで焼いてください。お肉戻して。3、4個。まあ、あれば4つ、なければ3つ。はい。400。まだ改良中なの。はい。このぐらい。こんぐらい。もう小さじ2ぐらい。砂糖小さじ1。みりんを大さじ3。めっちゃ。大さじ3。はい。ありがとうございます。美味しそうですね。ありがとうございます。最近の新しいメニューです。花勝負さんのそのこだわりみたいなのを聞いていいです？野菜をたくさん使いたいっていうのと、自分が前の仕事の時に外食が多くて、でやっぱ栄養偏るじゃないですか、外食毎日だと。野菜いっぱいの料理屋さんあったらいいなっていうのが大きくて、野菜いっぱい使うのと、あとは家庭料理がテーマなので、一人暮らしの人とか地元から離れてる人とかがほっこりするようなご飯を作りたいです。モザイクとかかかっててもなんかちょっとマジでみたいな。
ます山のぶスーパーで売ってます野菜が安くてうんいっぱい売ってるんで、オープンは去年の3月の31ですじゃあ1年ちょっとですね今。やっと経ちました。お店は初めてですか？運営されるのは。あ、そうです。自分でちゃんとやるのは初めてです。きっかけとかあったんですか？高校生の時とかから漠然と自分でお店とかなんかやりたくて、いつか20歳ぐらいの時になんとなく30までにやろうみたいなので、今29なんですけど、はい。27ぐらいの時に30までに物件探そうと思ったら結構早く見つかっちゃったんで、開いたのが28になりたてぐらいかな。実際運営されてはい。難しいこととかあります？前が喫茶店だったんで多分冷蔵庫とかあれで十分だったんですけど、おばんざい屋さんってなると使う食材とかめっちゃ多いから、冷蔵庫のスペースとかがもう全然ない。最近お弁当とかの大量の注文とかもいただけるようになったんですけど、そういう時に置く場所がない倉庫にも冷蔵庫置きたてだったんで、なんとかギリギリ。常連さんってどういう方が多いんですか？男性一人暮らしとかのが多いです。でも最近なんか女性も増えてました。今日はランチ男性率高かったんですけど、ランチはもともと女性が多いんですけど、夜はほとんど男性だったんですけど、前とかもなんか女性だけでほぼ満席みたいな。お疲れ様です。あありがとうございました。ありがとうございます。近くにスナックできたおかげでお客さん増えました。この前とかに来てくれたりとか、そのスナックが料理置いてないんでテイクアウトとかで結構頼んでくれたりとかで。お店のメニューで何品かは母の好きなご飯出してます。母親から教えられた料理とかもあるんですか？あります。教えられたというかお店で出したいから教えてみたいな肉じゃがとかもそうですね。お店用に分量は味はちょっと濃いめにしちゃってるけど、お母さんに教えてもらったレシピです。これは鶏だしです。自分で鶏皮でだし取ってます。まとめて取って保存してって感じで。これで終了です。大きいものとかが好きなんですか？そうです。コロナ中に結構仕事休業になってて時間あったんで習い事始めて資格取り終わるまで習ってました。古風的なのが好きなんですか？好きです。食器とかも好きなんで、もっと徐々に可愛いの集めていきたい。着物やっぱお似合いですね。ありがとうございます。そう、コロッケも手作りなんですね。あ、そうです。コロッケ結構人気で。透明になるぐらいというか、生感なくなるぐらい炒めてひき肉入れます。
コースもあるんですか？コースも一応あります。前日までに予約してもらえたらって感じで。じゃあ青じそのあ、いいんですか？やっと。やだ、今日から使います。ありがとうございます。一応キープなの。あ、うんそうでいい？はい、あれで。今日は唐揚げ食べたいので。そうね、唐揚げは大丈夫できる。メニューに書いてないけどできる。そうそう。前からそうそう唐揚げ。氷とハイボールでいい？ハイボールでいいです。オッケー。あ、どうもどうも。角煮と唐揚げで。角煮はいらない？あ、欲しいですよ。あれば。これ麻婆出すんだよね。はい、そうです。これ肉じゃがに、向こうがこれ、豚と小松菜の味噌煮肉炒め。ただそっちの方、豚肉の。はいオッケー。食べたことがないそうなもんで。利用されるんですか、花勝負さん。私はね、月2回ぐらいかな。去年遠いんですよ。高浜からだもんで。月2回通われる理由みたいなのを教えていただいていいですか？ママさんとまあ古いからかな。7年ぐらい違うところの店からだけどね。花勝負さんの魅力みたいなのを教えていただいていいですか？家庭料理のあれと落ち着いとるし、ママさんがね頑張ってくれとる。今日俺ダメなんだけど一人鍋メニューにないやつ作ってくれとるじゃんね。で前目に言っとけばできるやつやったらやってくれるかな。メニューのないやつとかね。唐揚げもメニューにはないんだけど作れるよっていつでもね。材料がねなかったらできないので、あるやつやったら作るよとか。月2回やっぱ楽しみな時間そうそう。できすぎても困るもんね。なんか見られんじゃんもう青しそば。お通しではいーす。遠くから来てください。そんななんかカチカチやな。いらっしゃいませ。チジェロ2つ。生。生。どうなんだろうね。それはよくわからん。取っていいですか？そういう場に。そう今日も決まってから。お先にジンジャーエールです。でキュウリのはい、角煮です。間違い。豚小松菜です。はいどうも熱いんで気はいをつけて。何ちゃん。よかったね、今日も途中で笑うな。って聞いたけど。だけど見るねズッキーニの花なんだよね。お前さ、前も用意してお茶となりますね。7割ぐらいあった。これは何鍋になるんですか？もつ煮風な味付けにしようかなって感じで、いつもお任せなんでメニューにあるわけではないのでなんとなくで。カップラーメンとカップラーメン。
わってることってありますか？とりあえず笑顔笑顔と、あとはもうハキハキ、返事ちゃんと大きい声でして、愛想よくは心がけてます。ご飯屋さん美味しくても愛想悪いと行きたくないじゃないですか。卵焼きです。あんまり肉じゃがです。はい。お願いしてます。もつ鍋っぽくしようと思ったら中華鍋っぽくなりました。はい、何でもいいです。レンゲと鶏皿も。はい、ありがとうございます。月曜から4日違う。月曜か。そんな感じの名前ですよ。聞いたことある。初めて。で、今週の分がもう溜まってる頃。なんか。何が好き？一番の。ビールの。こんばんは。奥のテーブル席どうぞ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。後で開けます。可愛い。ありがとう。びっくりした。ありがとうございます。ちょっと置かしてもらって。多少のことも好きなものを見つけてね、自分。何が好き？そうだからビールのちょっとさ、温泉になって、そこから何飲もうかな。ランチ営業するときってどういうときに営業するんですか？基本は営業したくって、前日の夜にあまりに全部空っぽになっちゃうと、営業終わってから仕込んでるとすごい時間になっちゃうので休むっていう。なんで基本は営業してます。基本的にはインスタで告知する感じですか？あ、そうですそうです。前日の夜も次の日のお昼も一人だと睡眠時間がなくなってしまうので、去年結構休まずにずっとやってたら体調崩しちゃって、それでやめました。しんどいんで。やっぱおばんざいって時間かかるんですね。かかります。全部手作りなんで。サービス。はいはい。飲み物お決まりでした。じゃあ生で。生で、はい。出します。生です。
ございます。ありがとうございます。可愛いです。でもすごい。はい、ありがとうございます。すいません。酒屋さんです。今日誕生日プレゼント2個ももらったんですけど、私3月生まれです。3ヶ月遅れ。はい。まだ誕生日が続いている。お疲れ様です。お待たせしました。すいません、いつも遅くなって。仕方ないですよ。かもしれません。先輩、いいよね。今更さ。月に2回来られる理由とかを聞いてもいいですか？もともとおかみと仲良しで、お料理屋をやるのが夢だったので、応援しようかなって思って、ご飯がめちゃめちゃ美味しいので。おかみさんの人柄ってどんな感じなんですか？すごい明るくてかわいいし、お話聞くのが上手ですね。おすすめのメニューとかってありますか？おすすめのメニュー、馬だし春巻きとだし巻き卵、2ついっちゃいました。ありがとうございます。唐揚げのお腹は残ってますか？あ、よかった。ボワーッと並んでましたよね。死ぬかと思った。マジちょっと半泣きでしたよ、本当。もう作っても終わらないみたいな、もうあんなに寝ずに働いたの初めてかも、ここに来て。地域の同じね。フランスロースもいっぱいやってましたもんね。それで許してくださいっていう。でも範囲内だよね、でも別に。まあタイムカードないです。甘えてっちゃったらまあね、帰りが遅くなるんでね。あ、私結構常連さんからいただき物とかあるんですか？はい。あります。いつもありがとう、野菜を。すごい枚数。めっちゃ実用的よ。大葉めっちゃくれるんですよ。マジで。仕事楽しいですか？楽しいです脳内が仕事の人なんですけど、嫌な仕事でもずっと仕事のこと考えちゃうんで、仕事楽しいとずっと楽しい。モチベーションになることとかってあります？料理好きなんで、新メニューとか考えた時に美味しいって言ってもらえると、でもそれが一番ですね。めっちゃ単純ですけど美味しいって言われたら嬉しいです。卵焼きです。はい、あ、大丈夫です。入れます。はい、失礼いたします。はい。助かります。卵焼き、ありがとうございます。春巻きもありがとうございます。それはお水の量を間違えて作ったんですよ。すごいですね。あまり家族の豚肉と小松菜の味噌和えです。温かい時期おいしい。帰り込まれたのはそれ。こっちやばい。笑ってくれるかな。中に何が入ってますか？厚揚げと味のつけたネギが入ってます。揚げ出し豆腐の春巻きみたいな。まあ、うんちとって楽しかった。ほぼ正解。
したはいあと5分ぐらい今めちゃめちゃ大活躍中ですよ大葉もう使ってるから5500円ですね。ありがとうございます。それこそ社長とか経営者だし、バター